こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の異常とは、異常原因、偶然原因について説明します。ここは、工程の項目です。最後まで見てね。ここではたくさんの言葉を勉強します。頑張って覚えるようにしてくださいね。はい、頑張ります。異常は聞いたことがありますか？はい、聞いたことはあります。では、はじめに、異常について説明しますよ。異常とは工程、プロセスに何かが起こり、製品の品質などの結果が通常と異なっている、ばらつきが大きい状況を異常と言います。はい。異常は、いつもと異なることですね。このばらつきが大きい程度が数値化できていれば、異常値、外れ値が確認された状態です。異常値ですか？工程で異常が発見された場合は、工程異常の発生です。工程異常ですか？異常が発生すると、異常処置ルールに従い、速やかに処置をします。異常処置ルールには、報告、応急処置、調査、対策、減品処置、再発防止などが含まれます。再発防止ですか？異常値、外れ値とは、観測値の集合のうち、異なった母集団からのものまたは、計測の過ちの結果である可能性を示す程度に、他と著しくかけ離れた観測値、JIS-Z8101-1999 を言います。簡単に言えば、いつもと違い大きくばらついた値のことですね。再発防止。再発防止とは、問題の原因または原因の影響を除去して、再発しないようにする処置。JIS-9 9024-2003を言います。とりあえず、再発しないように処置することですね。問題が発生した時に、プロセスや仕事の仕組みにおける原因を調査し、対策することで、同じ原因で問題が起きないようにすることです。再発防止処置は、恒久処置、根本処置とも言います。再発防止処置は、恒久処置、根本処置とも言うんですね。異常原因と偶然原因について説明します。はい。ばらつきの種類で、異常原因によるばらつきと偶然原因によるばらつきの2種類あります。大きくばらつくことが異常で、異常の原因には、異常原因のあるものと偶然起こるものがあるんですね。偶然原因とは、変動の原因となり一般には数多くあるが比較的重要度の低い因子。必ずしも同定されていない、同定されたとしても取り除くことが、技術的あるいは経済的に困難な原因。JIS-Z8101 に、と定義されています。硬い漢字で少し難しいですね。偶然原因は避けることができない原因、やむを得ない原因とも言われています。偶然原因によるばらつきは、取り除くことができない、やむを得ないばらつきなので対策の必要のない、異常、です。これでわかりました。偶然原因の異常は避けることができない原因なので対策の必要のない異常ですね。それに対し、異常原因とは、品質特性もしくは工程水準の変化の原因として検出され、同定されうる因子。JIS-Z8101 に、と定義されています。突き止められる原因、見逃せない原因という言い方をします。さっきの逆で、こちらの異常は突き止められる原因なので対策の必要がある異常ですね。
異常原因によるばらつきは何らかの原因があります。例えば、標準を守らなかった、原料が変わった、設備の性能が低下したなどが見逃してはならない原因です。このような原因については、直ちにプロセスを調査し、その原因を取り除き、再発防止を行います。はい、わかりました。ここで、工程異常の説明です。突き止めて取り除く必要のある原因により、工程の結果が通常の安定した状態から大きく外れることを、工程異常、または異常と言います。はい、わかりました。異常、と、不適合、の違いを説明します。異常、と、不適合、は区別する必要があります。同じような言葉ですが、通常、不適合ではないが通常と異なる結果が得られた、異常が発生した、場合は見逃せない原因が存在する可能性があるので、プロセスに通常と異なることがないかを調べます。この手順を繰り返すことにより、より安定したプロセスとなります。なるほど。でも、原因もなくたびたび不適合が発生する、工程能力のない、プロセスでは、見逃せない原因があったわけではないため、プロセスに通常と異なることがなかったのか調べても意味がありません。偶然原因だけで不適合が発生していたら、調べて意味がないですね。このような状況が続くことは、異常原因の見落としや、慢性不良が多いなどの、品質保証やコスト面で好ましくありません。プロセスと結果との関係を調べるためにデータ分析を行い、より安定した結果が得られるプロセスの条件を見つけることが大切です。それは、そうですね。必要な管理項目が足りてない可能性もありますね。よくわかりましたね。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。